こんにちは、加藤です。今日は、ご質問をいただきました。どうしても楕円がうまく描けないという方へ向けて、改めて楕円の描き方について解説していきたいと思います。例えばこんな感じの正円、丸を斜め上から見下ろしたりした時に、こんな風にですね、潰れて見えたり、楕円が広がって見えたりすると思うんですが、実際にこの楕円を描く時の上手に描けるコツというかポイントについて今日は改めてお話ししていきます。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。楕円についてお話ししていきたいと思います。今回用意したのは、これマグカップというかコーヒーカップなんですけれども、こういったものをね、実際に描く時の具体例をもとにお話ししていきたいと思います。楕円の描き方っていうと、ガイドラインから描きたがる人がすごく多いっていう気がするんですが、私はできるだけまずはこの見た時の印象ですね。例えばこんな感じっていう印象を先にラフに描くことの方を優先した方がいいと思います。ガイドラインありきではなくて、まず先にこういった印象ですね。どんな感じのものなのか。で、私の場合こんな感じの、この程度のラフなスケッチというか、まず描いてみます。で、この時に大事にしているのが、この縦の幅と横の幅と、この縦横の比率ですね。楕円の長い径と短い径がだいたい何対何くらいかな。で、何対何くらいかなっていうよりも、これこうやって手で何度も楕円をぐるぐる描きながら、ちょっと膨らみすぎたなとか、もしくはもうちょっと細くしてみようとか、太くしてみようとか、この時点でぐるぐる描きながら印象を合わせていくことを重視した方がいいと思います。まず最初にこのラフなスケッチありきと。で、例えばこんな風な大体の感じが決まったとします。はい、覚えてますでしょうか。その前にもね、ぐるぐる書きっていう話したんですけど、何十回もこうやってね、ぐるぐるやって徐々にこうイメージを固めていく、そういった手順になります。で、その次にまずね、横のね、終わりを決めます。この画面に対してどこまでを絵にしたいのか。例えばこれだとちょっと大きすぎるから、この内側のここまでを横幅にしたい。例えばですね、ここまでを横幅にしたいっていう、まず終わりを決めます。左右の終わりを決めます。そして上下の終わりを決めます。こっちとこっちで、この時点でその最初に書いた、潰れ具合ですね、楕円の潰れ具合が大事になってくるわけです。はい、ここまでよろしいでしょうか。まずは私の場合ですけど、横の幅、円柱形態の横幅ですね。横幅を決める。その次に、これね、薄くでいいんで、横幅をこう結んだ線を引いてみます。で、この線が傾かないように、この辺に書いてみましょうか。こうやって書いた時の横幅を決めて、例えばこんな風になっていたりすると、この線がですね、水平じゃなくて右下がりとかになっていると形が歪みやすいので、常に水平を意識して形を横の線ですね、捉えます。こっちはダメで、こっちが丸ですね。はい、先へ進みます。で、次にこの縦のこの幅を決めるわけですけど、これが左右がですね、ちょうど1対1になるようにして、この左右の中心を決めたいんですが、これ目で見てなかなか決められないという方は測り棒を使ってみましょう。例えばこんな風に爪の先で中心から端までを1っていう単位で長さを取ります。で、これをここにこう当ててみるんですね。こうやって当ててみると、ちょっと狭かったかな。狭かったってことは、この位置がもうちょっと右にずれるとちょうどいいかな。こんな風に左右の中心がどこになるのか。まず最初に終わり、左右の終わりを決めた後、中心を決めます。中心を決める際、目で決められないという方は、こうやって測り棒を利用して左右がぴったり同じになるように測ります。今回の例で言うと、右がここ、左がここ、真ん中がここ。はい、同じようにここからここまでって決めたんですけど、これがやっぱり1対1になっているかどうか、
測り棒を使って、例えばこんな風にですね、この爪の先でピッと測ってみます。ここからここ中心、ここが端っこ。ちょっと滑ってインクがうまく出てないですけど、もう一回確かめますね。爪の先でこれが1、これが1ですね。1対1になるよ。はい、ここまでよろしいでしょうか。左右の終わりを決める、上下の終わりを決める。でこれが1対1、1対1、同じ長さになるように確かめます。はい、ちょっと見えにくいので少し大きく書きますね。左右が決まって、中心が1対1になるように中心が決まりました。でこの縦の短い径の長さがだいたい1対1同じになるところ、ここまで決まったところです。これが同じですね。はい、で次に私はこれね、もう本当に四角書いちゃいます。こんな風に。これは、ガイドラインなんですけれども、垂直水平になるようにきっちり引きます。自信がない方は測り棒を使ってやっぱりこれが1対1にちゃんとなっているかどうかそれぞれ確かめて、長さを測ってこういう四角をガイドラインを用意してみてください。はい、こんな感じですね。ちょっと右下がりになったかな、この辺かな。はい、ここまでよろしいでしょうか。まず横幅決めました。縦の上下長さ同じにしました。そして同じ四角が4つ並んでいる状態です。でここから楕円を描き始めるわけですけれども、楕円っていうのは斜め横から見たら正円に、こうやって見て楕円に見えるものは真上から見て正円に戻るって、元は正円なんですね。なので、ここにある楕円、ここにある楕円って、楕円を描く時のこのカーブは同じ形が4回繰り返された、相似形というか同じ形なんですね。例えばこんな感じでこの一つのカーブ R が決まれば、これをこっち側に反転させたのがこのカーブになります。これをこっちに反転させたのがこのカーブになります。そんな風に4回同じカーブを繰り返すことができれば綺麗な楕円が出来上がるんですけれども、まず最初にですね、一つ綺麗なカーブが描けるように、このカーブ、どっちでもいいんです。自分の描きやすい向きでいいんですけど、どれか一つカーブができて、こんな感じかなっていうのができたら、あとはそれを4回繰り返します。あとコツとしては、逆から見てみるとか、ひっくり返してみるとか、いろんな方向から形を確かめて、なんか変なところないかなっていう、見比べてそれが正確な形になってるかどうかを確かめる術を人よりもいっぱい持ってると形の検証がしやすくなります。私は例えばこのくらいの楕円で描けたら、こちら側から見て、斜めから見て、これを傾けた感じですね。斜めから見て正円に見えたら OK、 こちら側から見て正円に見えたら OK、 そんな風にちょっと横から確かめるようにしています。はい、よろしいでしょうか。一つのこのパーツですね、このパーツがきっちり出来上がれば、あとは反転して相似形、反転して相似形、4回同じカーブを繰り返すことができれば綺麗な楕円になります。でそもそもですね、この楕円がうまく描けないっていう方、楕円が形が歪むっていう方、よくあるのはこんな感じになったりね、つまり上下左右でこう比べると、ここがちょっと直線的だったり、カーブの R がここが急激に曲がっているのにここが直線的だったり、結構人によって癖があるんですね。結構これはよくある間違いというか、奥側が直線的に、そして手前の右下のカーブが強くなるとか、あとよくあるのはこういうこの歯型みたいなこういう形ですね。ここのカーブをすごく意識しすぎているあまり、
この4箇所ですね。ここが直線的になる。結構人によって癖違うんですけれども、そういう方両方とも共通して言えるのは、まずね、楕円を観察してこの形を覚えることなんですね。記憶すること。正円に準ずるこの形状、この角度だとこのくらい、この角度だとこのくらい、潰れた楕円から広がった楕円までのこのカーブを目で見て形を記憶することなんですね。で、いい形をちゃんと覚えていないと、自分が描こうとした時にたどり着けないというか、怪しい楕円になってしまうことが多いです。これはっきり言って記憶だと思ってください。この形を見て覚えている人が上手に描きやすくなります。この形を見て、このカーブですね、覚えている人の方が描きやすくなります。はい、今日は楕円がどうしてもうまく描けない、左右不揃いになってしまう、傾きがとか、あとカーブがどうでしょう、場所によってスムーズにつながってくれないとか、そういったお悩みをお持ちの方、楕円を描くときにはこんな風なガイドライン使ってみてはいかがでしょうか。そして一番重要なのは、よく見てこの形を記憶する、そういうことだと思います。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。